私が FX で勝てるきっかけをつかんだのが、4時間足のデイトレードでした。それまでは、1分足でスキャルピングをやっていて、そのせいで1000万以上の大金を失いました。そこで今回は、4時間足のデイトレードが、なぜ勝てるきっかけになったのかをお伝えしていきます。ちなみに、今回の動画は長いので、概要欄に目次を載せておきます。見たい部分から数回に分けて見てもらえれば十分です。値動きに翻弄されなくなった。4時間足のデイトレで一番良かったことは、値動きがゆったりしているので、翻弄されなくなったことです。1分足のスキャルピングの場合、とにかく上下に値動きが激しかったので、値動きに翻弄されて、ちょっと上がれば買い、ちょっと下がれば売り、ということを繰り返していました。しかもそういう時は、1時間足や4時間足ではレンジでした。それなのにその中でガンガンエントリーしていたので、ガンガン負けていました。それを4時間足のデイトレに変えたところ、値動きがゆっくりになったおかげで、落ち着いてトレードができるようになりました。トレンドの判断ができるようになった。スキャルピングをしていた時は、その場の動きでしか判断していなかったので、全体の大きな流れを見ていませんでした。しかし、4時間足のデイトレに変えてからは、チャートを見る視野が広がったおかげで、全体の流れを見れるようになりました。ここでトレンドの判断をする、環境認識の大切さを覚えました。FX で安定した結果を出しやすくするには、全体の流れに沿ったトレードをすることです。例えば、上昇トレンドなら買いメイン、下落トレンドなら売りメインでエントリーをしていくことです。チャートは相場参加者の意思によって作られています。ということは、相場参加者と同じ方向を向くことで、その流れに乗ることができます。それに伴って、勝率が上がって、利益を大きく伸ばすことが可能なのです。逆に、どんなにエントリーポイントが良くても、全体の流れとは逆のポジションを取れば、利益が伸びないことはほとんどです。だから、4時間足のデイトレに変更することで、全体の流れが読みやすくなり、流れに逆らうことなくトレードができるようになりました。ちなみに、環境認識の考え方については、この動画で詳しく解説をしています。概要欄にリンクを貼っておくので、もしよければ参考に見てみてください。判定しやすい場所がわかるようになった。スキャルピングをしていた頃って、1分足の動きしか見てなかったので、どこで判定しやすいかなどを理解していませんでした。それを4時間足のデイトレに変更したことで、判定しやすいポイントを学ぶことができました。FX では時間軸が大きくなるほど、サポートラインやレジスタンスラインは、多くの相場参加者に注目されていきます。よって、1分足より5分足、5分足より15分足、15分足より7時間足、1時間足より4時間足、4時間足より日足、といったように、サポートラインやレジスタンスラインを意識する相場参加者が増えていきます。時間軸が大きくなることで、これらのラインを意識する相場参加者が増えるということは、ラインの効き目も強くなります。このことから、1時間足や4時間足のサポートラインとレジスタンスラインは、デイトレにおいて反転しやすい場所となるので、押し目買いや戻り売りをする目処としてものすごい力を発揮してくれます。よって、この2つの時間足で意識される場所に水平線が引けるようになったら、自然と反応しやすい場所でエントリーができるようになりました。例えば、FX 初心者の場合、水平線を引く場所がわからずに、チャートが線でいっぱいになってしまう、という悩みを持つことが多いです。そのような場合にこそ、4時間足のデイトレで水平線を引けるようになると、余計なラインを引かずに済むようになります。もし、水平線の引き方のコツを知りたい場合は、この動画を参考にしてみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。総勝利大のトレードができるようになった。スキャルピングをしている当時は、2ピップスから3ピップスの利益が乗ったら、すぐ利食いをする割には、損切り幅はマイナス10ピップス以上ありました。だから、1回負けると、5連勝とかしないと損失を取り戻せなくて、完全に損大利小のトレードになっていました。でも、4時間足のデイトレに変更した時は、利食いの場所を直近の高値や安値などの意識される場所に置くようにしました。そうすると、4時間足ぐらいの直近の高値や安値って、直近とは言っても、100ピップスとかの値幅があるんです。例えば、この画像の赤ラインから、
直近の目立った高値までの値幅は380ピップスもあります。だから、仮にこの赤ライン付近から押し目買いでエントリーをしたら、簡単に100ピップス以上は狙えます。それでいて、損切り幅は赤ラインを下へ抜けた場所へ設定すれば、マイナス50ピップスからマイナス60ピップスで済みます。これであれば、リスクリワードが1対2以上あるので、勝率が 50% でもトータルでプラスになります。私の場合、4時間足のデイトレをしていた時は、リスクリワードが1対3はあったので、勝率がたった 30% でもプラスになりました。実際は勝率 30% っていうのはなくて 50% 前後だったので結構なプラスになりました。FX で負け続けていた頃は勝率が 80% 以上ないと勝てないと思っていました。でも4時間足のデイトレでトータルで勝てた時には勝率が低くても勝てることに衝撃を受けました。このように4時間足のデイトレに変えたことで損を抑えて利益を伸ばすというのを覚えることができました。チャートを見る時間は決まった。4時間足のデイトレがさらに使いやすかったのが、チャートを見る時間が決まることでした。スキャルピングをしていた当時は会社員だったのですが、朝の通勤時間やお昼休みの時間、帰りの通勤時間など、暇さえあればトレードをしていました。そして家に帰ってきてからは、パソコンの前にずっと居座って、ひたすらトレードをしていました。こんなことをやっていたら、四六時中相場の動きが気になって仕事も手につかなくなるし、寝不足にもなるしで生活がものすごく乱れていました。これが4時間足のデイトレに変わったら、4時間足のローソク足が確定してからエントリーをするようにしました。そのためチャートを確認するのも7時、11時、15時、19時、23時といったように4時間足が切り替わる少し前にざっと確認するだけでした。このおかげで仕事中でもさっと確認ができてエントリーもできたのでかなりやりやすかったです。またエントリーをする時間が決まったことで相場のことがあまり気にならなくなって仕事にも集中できました。何よりもしっかり寝れるようになったので体調も良くなったのは大きなメリットでした。以上が私がトレードスタイルを4時間足のデイトレに変えて勝てるようになったきっかけです。再度まとめると、値動きに翻弄されなくなった、トレンドを読めるようになった、反転しそうな場所がわかるようになった、総勝利台のトレードができるようになった、トレードをする時間が決まった、といったことになります。後から見返すと、どれも普通のことなのですが、当時はこの普通のことですらわからなかったんですよね。4時間足に変えたことで、基礎的な部分をちゃんと理解できるようになったのが、私にとっては大きな転換点でした。4時間足のデイトレのメリットは？ここまでは私が4時間足のデイトレードに変えて大きく変化した点をお伝えしました。それに付随して、ここでは4時間足のメリットをお伝えします。チャートに貼り付く必要がない。まず、4時間足のデイトレードのメリットとして、チャートに貼り付く必要がありません。短期足のデイトレードだと、常にチャートに貼り付いてチャンスを待つ必要があります。そのため、1日のうちにある程度まとまった時間がないと厳しい部分があります。一方で、4時間足をメインにした場合、値動きがゆっくりで、短期足のトレードと比べるとチャンスも少なくなります。よって、チャートに貼り付く必要がなく、心に余裕を持ってトレードができるようになります。兼業のトレーダーでも使える。4時間足のトレードは、兼業でも使えるのがメリットです。特に FX を始めた当初は、日中は働いていて、兼業でトレードをする人がほとんどです。そうなると、チャートを見る時間はあまりないですよね。4時間足のデイトレードだと、チャートに貼り付く必要がないので、日中にチャートが見れなくてもトレードができます。私も仕事をしながら4時間足のトレードをしていたのですが、エントリーは4時間足の確定ベースでしていました。だから、基本的にチャートを見る時間は、7時、11時、15時、19時、23時、といったように、4時間足が切り替わる少し前に確認するだけでした。このおかげで日中は仕事に集中できたし、夜に時間があるときはチャートを見ることができたので、意外にストレスなくトレードができていました。このような経験からも、4時間足のデイトレードは
兼業の人には特におすすめです。マルチタイムフレーム分析が簡単。4時間足を軸にトレードをする場合、マルチタイムフレーム分析が簡単です。通常、マルチタイムフレーム分析は、複数の時間足のトレンドを確認して、エントリーをしていきます。そのため、トレードをする時間軸が短期になればなるほど、チャート分析が複雑になります。例えば、5分足でトレードするような短期のデイトレになると、4時間足のトレンドやサポレジを確認。1時間足のトレンドやサポレジを確認。15分足のトレンドやサポレジを確認。5分足でエントリー。といったように、複数の時間足チャートを分析する必要があります。複数の時間足を同時にチャート分析しようとすると、トレンド判断やサポレジの判断に迷って、売る場面なのに買ってしまった。買う場面なのに売ってしまった。といったように、本来とは逆のことをするようなトレードが起きやすくなります。逆に4時間足のデイトレになると、日足と4時間足だけ見ればいいので、トレード判断は簡単です。なんだったら、4時間足だけでも十分トレードができます。だから、マルチタイムフレーム分析が苦手な場合には、4時間足のトレードがおすすめです。もし、マルチタイムフレーム分析の詳しいやり方を知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。トレードの難易度は低い。4時間足のトレードは、短期足のデイトレに比べて難易度が低いです。FX の場合、トレードする時間軸が大きくなるほど、難易度は下がっていきます。なぜなら、マルチタイムフレーム分析が簡単になっていくからです。先ほどお伝えしたように、4時間足のトレードであれば、日足と4時間足を見るだけで十分です。日足のトレードであれば、日足のチャートを見るだけで十分です。要するに、脳にかかる負担が少なくなるので、判断力の低下を防ぐことができます。これによって、混乱したり迷ったりすることが減って、自分が狙った通りのトレードをしやすくなるのです。だから、FX 初心者のうちや安定して勝てていないうちは、時間軸が大きめのトレードをするのがおすすめです。その中でも、4時間足のデイトレがちょうどいいと私は考えています。4時間足のデイトレにデメリットは？ 4 時間足にはメリットが多いですが、デメリットもあります。エントリー回数が少ない。4時間足をメインにすると、エントリー回数が少なくなります。なぜなら、4時間足レベルのサポートラインやレジスタンスラインにメイトが来るまでに時間がかかるからです。だから、15分足のデイトレや1分足のスキャルピングのように、1日に何度もエントリーをすることがありません。だいたい1週間に1回という感じですかね。1ヶ月に数回ということも普通です。でも、私からするとこのことはデメリットというよりも、むしろメリットで、トレード数が少ないことで、待つことを覚えることができました。トレードは待つのが仕事、なんて言われるぐらい、自分のエントリーポイントが来るまで、待つことは非常に重要です。これができるかできないかで、FX で勝てるようになるかどうかが決まると言ってもいいぐらいですから。FX 歴が長いけど結果が出ない人や、FX 初心者は、待つことができないせいで資金を失うことがすごく多いです。私が1000万以上失ったのも、自分のポイントに来るまで待つことができなかったせいで、無理にスキャルピングになっていたからでした。それに、トレード通貨を増やせば、トレード回数が少ない問題もカバーできます。FX には、通貨の相関と逆相関の関係があるので、すべての通貨が同じ動きをするわけではありません。だから、トレード通貨を増やしていけば、似た動きをしていても、実は微妙に値動きが違っているので、エントリーポイントに来るタイミングも変わってきます。それに伴って、エントリーチャンスも増えるので、私からすればこのデメリットは、むしろメリットになっていました。マイナススワップを取られる。4時間足のデイトレードになると、ポジションの保有時間が長くなります。日をまたいで保有することがほとんどです。これによって、マイナススワップが発生する方向へポジションを持ち越すと、スワップ分だけ利益が減ってしまいます。損切りになった時には、損切り額に加えて、スワップ分もマイナスになります。この点は、4時間足のデイトレのデメリットになりますね。ただ、4時間足の場合、利益幅も大きくなるので、そこまで大きな影響にはならないのが救いがある部分です。せっかちな性格には向かない。4時間足のデイトレは、
保有時間が長くなるので、すぐに利益が欲しい、といったせっかちな性格には向かないです。どちらかというと、穏やかでのんびり屋さんの性格の方が、4時間足のトレードは向いています。チャートはあんまり見たくない。でも、FX で稼ぎたい、といったような人には、特に向いています。ちなみに、せっかちな人は、性格的には、スキャルピング向きですが、スキャルピングは最も難易度が高いです。そのため、FX で勝てない状態でスキャルピングに手を出すと、ポジポジ業になったり、リベンジトレードをする癖がついたりするので、やるなら15分足ぐらいのデイトレがおすすめです。4時間足のトレードはどんな手法がいい？ 4 時間足のデイトレードには多くのメリットがありますが、ところで手法ってどんなのがいいの？なんて疑問が湧いているかもしれません。FX ではいろんなトレード手法がありますが、私が個人的におすすめするのが、トレンドに沿った押し目買いや戻り売りと、トレンドが転換した時の押し目買いや戻り売りになります。そんな簡単な手法でいいの？なんて思うかもしれませんが、簡単な手法だからこそ再現率が高いので、安定したトレードが可能になります。例えば、今現在のチャートがこのようになっていたとしましょう。このチャートを見ると、上昇トレンドになっていますよね。ということは、売りたい人よりも買いたい人の方が多い状態なので、買いを狙っていく場面になります。そしてこの時に、押し目買いを狙うのですが、直近で反発しそうな場所にサポートラインを引きます。今回のチャートで言うと、次のような感じでしょうか。トレードのイメージとしては、ここで引いた赤ラインで反発したらエントリーをしていくという単純な方法です。ではその後の動きを見てみましょう。上側のサポートラインで反発していますよね。つまり、このサポートラインが効いていて、そこで買いが入ってきている証拠なので、ここから上昇する可能性が高いです。よって、ここで買いエントリーをしていきます。ちなみに、この時の損切り位置は、直近の安値を下に抜けた場所です。値食いは目立ったレジスタンスがないので、損切り幅に対して2倍の幅を狙ってみましょう。では、その後の動きを見てみると、次のような動きになりました。買ったポイントから大きく上昇して利食いになりましたね。あとは、強い上昇トレンドの時に、近くに目立ったサポートラインがない場面も出てきます。こういう場合は、直近の流れに対して、切り下げラインを引いてトレードをすることができます。そして、そのラインを上ブレイクしたら、エントリーをしていくのです。そうすれば、直近の下落の流れが切れてからエントリーをすることになるので、大きな流れが上昇トレンドで、小さな流れが上昇に変わった状態でトレードができます。よって、サポートラインが近くになかったり、サポートラインまで届かずに上昇してしまった場合も、トレンドに沿ったトレードができます。では、この後の動きを見てみましょう。切り下げラインを上抜けてから上昇が加速していきましたね。エントリーの仕方としては、切り下げラインをブレイクした瞬間でもいいし、確実に狙っていくなら、ブレイクをしたことが確定した後でもいいです。他にもトレンド転換で買いを狙うときも、次のような場所で押し目買いを狙います。戻り高値を抜けた後のレジサポ転換で買うようなトレードです。また、トレンド転換の時はダブルボトムや逆三尊などのチャートパターンも出やすいです。4時間足レベルでチャートパターンが出ると、同位多数の相場参加者に意識されるので、かなり熱いトレードになります。ちなみにチャートパターンに関しては、丸暗記せずに、作られる仕組みを理解していると、より効果的なトレードが可能になります。もしこのことについて詳しく知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。売りの場合も買いと同じで、下落トレンド中の戻り売りは、次のような感じです。また、強い下落トレンドが出ていて、近くにレジスタンスラインがなかったり、レジスタンスラインの手前で判定した場合は、切り上げラインを使ってトレードすることもできます。トレンド転換を狙った売りだと、次のような感じです。これだと押し安値を下に抜けて、トレンド転換をした後に、ダブルトットのネックで戻り売りをするので、勝率の高いトレードになります。もし、より安全に行くなら、直前の流れに切り上げラインを引いて、そこを下へ抜けてからのエントリーでもいいです。こんな感じで、買いも売りも、
単純な押し目買いや戻り売りを狙うだけで十分です。なぜこんな単純な手法でいいのかというと、それは相場参加者の数によるものです。先ほどもお伝えしましたが、FX の場合、時間軸が大きくなるほど、相場参加者が増えていきます。そして、相場参加者の数が多くなるほど、目立ったサポートラインやレジスタンスラインが意識されるので、そこで反応しやすくなります。さらに、これがトレンドが出ている最中や、トレンドの転換が起きた場所など、多くの相場参加者の目線が揃うような場所だと、そこで一斉にプライスアクションが起きます。だから、時間軸の大きい4時間足では、相場参加者の数が多いので、単純な押し目買いや戻り売りでも十分勝つことができるのです。エントリーの仕方はどうすればいいの？ 4 時間足でトレードをするときは単純な手法でいいのは分かったけど、エントリーの仕方はどうすればいいの？こんな風に思ったかもしれません。確かに、4時間足のトレードをする場合、兼業でトレードをする人に使いやすいのですが、日中に仕事などをしていると、エントリーの仕方に迷うこともありますよね。これに関しては、主に2つの方法があります。1つ目は、4時間足が確定したらエントリーしていく方法です。例えば、このチャートの赤ライン付近でトレンド転換の買いを狙っているとしましょう。この時に4時間ごとにチャートをチェックしていくのです。例えば、平日は19時まで仕事だったとします。その場合は、10時、14時、18時にチャートを確認して、その時に狙っていた場所で反転していたらエントリーをしていくのです。こうやってエントリーする時間が決まっていれば、迷うことなくトレードができますよね。その代わり、仕事などが忙しくて完全にチャートが見れないような場合は、トレードができなくなります。二つ目の方法としては、狙っている場所の近くにあらかじめ指値注文をしておくのです。例えば、仕事などへ出かける前に赤ラインの少し上にエントリー注文を指値で設定しておきます。赤ラインの少し上に指値を設定するのは、赤ラインの手前で反発してしまった時に取り逃さないようにするためです。エントリーの指値をしたら、あとは損切りの逆指値と利食いの指値注文を入れておけば、完全に放置でトレードができます。その代わり、この方法を使うと、反転を確認せずにエントリーをすることになるので、レートがサポートラインで止まらずに突き抜けて損切りになることがあります。どっちの方法にもメリットとデメリットがあるので、そこは自分の生活スタイルに合わせてエントリータイミングを決めるのがベストです。4時間足のトレードに適した通貨は？ FX ではトレード対象通貨が多くありますよね。そうなると、4時間足のデイトレに適した通貨ペアはあるの？なんて思うかもしれません。これに関しては、正直、どの通貨でも大丈夫です。4時間足のトレードの場合、比較的ゆっくりした大きな値幅を狙っていくので、どんな通貨でも対応できます。これがスキャルピングなどの短期足のトレードになると、ボラティリティが大きい、値動きがいい、スプレッドが狭いといった通貨ペアが適していますが、4時間足なら本当にどの通貨でも OK です。4時間足のトレードに効果的なテクニカルはある？ 4 時間足でトレードをする場合、単純な押し目買いや戻り売りでも問題なくトレードができます。ただ、テクニカルを加えることで、より精度を上げたり、トレード回数を増やすことも可能です。そこでここでは、4時間足のデイトレに効果的なテクニカルを簡単に紹介します。移動平均線。移動平均線は FX をやっている人なら誰しもが知っているテクニカルですよね。これは全体の流れを把握するために使うテクニカルなので、トレンド中の押し目買いや戻り売りの時に特に力を発揮します。例えば、強い上昇トレンド中に近い場所にサポートラインが見当たらない時は、移動平均線とぶつかる場所で反発を確認したらエントリーをしていくことができます。ベストな状況としては、サポートラインやレジスタンスラインと重なる場所です。この状態だと、移動平均線をメインにトレードをする人たち、水平線をメインにトレードをする人たち、2種類の相場参加者が一斉にエントリーをしてくるので、より反転をしやすい状況でトレードができます。このような感じで、トレンドを利用したトレードをする際には、移動平均線はかなり役立ちます。チャネルライン。斜めラインを使うチャネルも、4時間足のデイトレードに相性がいいです。例えば、現在のチャートは、
このようになっていたとしましょう。この状態で、まずは高値と高値を斜めラインで結びます。次に、引いた斜めラインを平行にコピーして、安値の箇所に当てます。これでチャンネルが完成します。さらにもう一本、同じ斜めラインをチャンネルの真ん中に引きます。これで3本チャンネルが出来上がります。ここからローソク足を進めていくと、次のようになりました。真ん中のラインで反発しているので、買いエントリーをすることができます。そしてさらにローソク足を進めていくと、次のような動きになりました。買った位置から上昇していってますよね。しかも、チャンネルがさらに効果的なのは、利食いポイントとしても使えることです。今回のチャートをもう一度見返してみると、チャンネルの上限で反転してますよね。上昇トレンド中にエントリーをして、レジスタンスラインなどがない場合は、チャンネルを利食い目処にすると、うまく利食いができることが多いです。特に4時間足など時間軸が大きいと、それだけ意識もされやすくなるので、4時間足のデイトレードにチャンネルは有効です。ただし、チャンネルを使う場合、どこにラインを引くかで、かなり角度が変わってくるので、使いこなすのに難易度は高いです。よって、使うにしても、徹底的に検証をするなど、訓練は必要になります。チャートパターン。4時間足のデイトレードには、チャートパターンも効果的です。チャートパターンといえば、ダブルトップやダブルボトム、三尊や逆三尊などがありますよね。4時間足でチャートパターンが出ると、大多数の相場参加者がそれをはっきりと認識できるので、機能する確率がより高くなります。例えば、上昇トレンド中にダブルトップができて下がったとしましょう。そうなると、多くの相場参加者が、ダブルトップができた、と認識することができるので、ネックラインで戻り売りが入って、下落しやすくなります。これ以外にも、エントリーポイントとしてもチャートパターンは使えます。例えば、上昇トレンド中に押し目買いを狙う場合、サポートラインでダブルボトムなどのチャートパターンが出ると、上昇する確率がより高くなります。この場合だと、サポートラインを下へ抜けようとしたけど、失敗した事実を作るので、買いを狙っていた人たちが一斉にエントリーをしてくるからです。こんな感じで、4時間足のデイトレードには、チャートパターンも相性がいいです。4時間足で勝てれば、他の時間足でも勝ちやすくなる。これは本当なの？と思うかもしれませんが、本当です。なぜなら、FX のチャートは、どの時間軸でも同じような動きをする、フラクタル構造だからです。そのため、一つの時間足で勝てるようになると、別の時間足に変えても、基本的には勝てるトレードを当てはめるだけなので、あまり苦労せずに勝てるようになります。それであれば、まずは難易度が低い4時間足のトレードから始めて、勝ち癖をつけてからトレードの時間軸を落として資金効率を上げていった方が、よっぽど近道になるのが想像できますよね。実際に私自身も4時間足で結果が出るようになってから15分足のデイトレやスキャルピングをやったのですが、大損した時みたいなことは起きませんでしたから。このような経験からも、今現在 FX で勝てていないなら、4時間足のトレードをやる価値はあると思います。もしよければ試してみてください。まとめ。4時間足のデイトレには多くのメリットがあり、FX 初心者から上級者まで幅広く使えるトレードスタイルです。そのため、もしあなたが今現在、短期足のトレードをしていて勝てずに悩んでいるなら、試してみる価値はあると思います。何をやってもダメだった私が、このトレードスタイルのおかげで、FX で勝つきっかけをつかめたくらいですから。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。